いや、僕はズンだもん。それほどでもないゲーマーチャンネルという流行りに乗ってるだけの弱小ゲームチャンネルで剣の解説をしてやってるよ。僕の得意技は劉備脚。この技とってもすごいんだ。ガードされてもプラス1フレームが取れて、しゃがみプライやカウンターだとそのままコンボにいけるとっても強い技なんだ。劉備脚を知らない相手にいっぱい使って、たくさんのプレイヤーのメンタルを破壊してきたよ。格闘ゲームは知らない方が悪い。知らない方が悪いということは知っている方が偉い。つまり劉備脚が強いと知っている僕は偉い。偉いやつは何をしても許される。そう、格闘ゲーム界隈ならね。ふふふ、今日も劉備脚を知らないプレイヤーにたくさん嫌がらせをしてやるのだ。新規優遇、手加減、若手を育てる。知るか、僕が今楽しければいいんだよ。さあ、劉備脚を知らないすべてのプレイヤーよ。僕の養分になれ。悲しいね、ズンだもん。誰だ？合成音声の王であり、劉備脚を誰よりもこするこの僕を蔑むのは？令和が生んでしまった劉備脚モンスター、ズンだもん。クラウドワークスの動画編集案件で安く使われているズンだもん。なんて悲しい生き物。何を言っているのだ？僕は正義のために存在している。劉備脚を打つことによってその正当性を高め、僕を使うことによって収益を得られる。これこそウィン。皆が幸せになるハッピーなサイクルなのだ。誰が困っているというのだ？その裏で劉備脚に苦しんでいる人がいるというのに。そんなのは僕の知ったことじゃないのだ。弱肉強食はこの世のことあり、強ければ勝ち、弱ければ負ける。ただそれだけなのだ。0か100かでしか語れなくなったんだね。他人の結果が見えやすい現代において、それは一種の現代病かもしれない。でもね、ズンだもん。心は、感情は、決めつけていいものではないんだよ。人の心は、人の数だけ、侮りがあるのだから。さっきから偉そうに理想論というか、ふわふわした玉虫色な綺麗事ばかり並べやがって。なんだ、お前は？私は、ズンダモンのような、極論で人を追い詰める畜生を破壊する者、通りすがりの、ぼったくりラシード使いだ。覚えておけ。編集。仮面ライド。DK。お、まぶし。ズンダモンのことは大体わかった。ズンダモンの剣を、破壊する。ふざけるな。僕の劉備脚が破れるわけがないのだ。僕の劉備脚を食らえ。読んでだよ。アタックライド。スラッシュ。だと？無駄なんだよ、ズンダモン。それだけじゃ、格闘ゲームは勝てない。たかが一回防いだぐらいで調子に乗るな。僕の劉備脚が負けるはずがないのだ。対の選択肢が必要というのなら。なるほど、陣雷脚を混ぜてきたね。確かに、選択肢を散らせば本命を通しやすい。直前の行動を意識してしまうのは、知性がある存在ならば仕方のないことだね。これ出ても足も出ないのだ。さあ、陣雷脚で疲れたお前の心に今なら刺さる。僕の本命劉備脚を食らえ。そいつはどうかな。アタックライド。イルージョン。だと？劉備脚も陣雷脚も辛いのなら、その両方を潰せる選択肢を出せばいいだけだ。これがシステムへの理解？これで終わりだよ、ズンダモン。ファイナルアタックライド。DK。勝利の風は気持ちいいね。スーパーラシードキック。というわけで、今回はクラシックラシードの初級者動画だよ。さ、オープニング長くね。また振られちゃうよ。すいませんでした。いろいろ怒られたら、謝るよ。その時は一緒に謝るから呼ぶのだ。ズンダモン、好き。お礼は形のあるもので頼むのだ。じゃあ、さっさと始めようなのだ。ラシードは DLC キャラクター第1弾のキャラで、人呼んで、坂巻和のラシード、だよ。自称っぽいけどね。スト5では主人公だったキャラクターなのだ。
スト6でも発売前から参戦は決まってたキャラだね。プロゲーマーのガチ君や竹内城さんの愛用キャラクターとして知られてるね。ラシードは公式からスピードキャラクターと銘打たれているよ。複数ある突進技と前ステップから派生できるランや疑似的な2段ジャンプができるアラビアン、サイクロンなど、ラシード本来のスピードとユニークな特殊技の数々で相手にリズムを握らせないキャラクターになっているよ。まさに逆まく風だね。ラシードはかなり特徴的なキャラだと思うのだ。飛び道具がまっすぐ飛ばない時点で特殊だけど、ランを持ってたり SA にウサールで固めたり、ちょっとストリートファイターらしくないキャラではあるのだ。そうだね。ブレイブルーとかギルティギアに出ても違和感なさそうなキャラだよね。直感的に少し分かりがたいキャラでもあるから、使うのにも対策するのにも一癖あるキャラクターだね。ダイヤモンド帯のランクマを回していると、あ、ラシード知らないねと感じるプレイヤーも多いよ。 DLC キャラだから買ってない人も多そうなのだ。じゃあラシードの技構成について説明していくね。この動画で紹介していない通常技などについてはブログの方でまとめさせてもらったよ。よければ見に来てね。よろしく頼むのだ。最初にラシードの固有システムであるつむじ風効果について説明するね。公式の説明だと気流効果という説明になってるよ。つむじ風も気流も同じシステムを指してるよ。このつむじ風は一部の技の後に発生する特殊効果で、竜巻が残っている時に特定の行動を強化してくれるバフだよ。前ステップやジャンプ、特殊移動技の距離が伸びたり、必殺技が強化されたりするよ。コンボの強化、立ち回りの補強とかなり大きな恩恵を受けられる仕組みになってるよ。ガイルのソニックブレイドみたいなものだよね。ガイルと違ってソニック以外も強化するけど。そうだね。ガイルと違って即時に出す方法はないけど、その分強化の幅が大きくなるイメージかな。特定の時間内のバフということで、最初は分かりがたいと思うけど、仕様が分かってくればどの選択肢が出せるかも分かってくるから、焦らずに覚えていこうね。次に特殊技の6中パンチ、フラップスティー、回転しながら前に出る2段技だよ。初段にのみ必殺技キャンセルがかかるから、必殺技を入れ込んで攻めを継続したりするよ。2段目をガードされるとマイナス3フレームと隙が大きいから、基本的には初段でキャンセルをかけて使うよ。牽制で使うこともあるんだけど、コンボでもよく使うから、まずはコンボと一緒に使い方を覚えよう。次に6強パンチ、アサルト、リーク、中段攻撃だね。このゲームの中だとかなり範囲の広い中段攻撃になっているよ。ドライブラッシュから出すとコンボになるのはもちろんのこと、持続後のレシピも開発されているよ。かなり有用的な中段の一つになっているから、狙える時を逃さないでね。6中パンチもそうだけど、気流効果が乗るとすげえ伸びるよね。びっくりするぐらい伸びるね。唐突な奇襲として有効打になる場面もあるけど、気流が乗っても有利、不利は変わってないから注意してね。次に必殺技だよ。突進技兼対空技のスピニングミキサー、通称ミキサーだよ。弱番が横に、中番とオーバードライブ番が斜めに、強番が前に突進するよ。使い分けとしては弱、中番がコンボ、強番が対空、オーバードライブ番がぶっ放しになるよ。中番も一応対空無敵がついているのだけど、主な対空は強番になるね。強番は真裏にも攻撃判定がついている頼りになる対空なんだけど、注意点があって、対空無敵がで初めについてないんだ。だから対空として使う場合は撃ち落とすというより置いておくという感じで使うよ。裏にも判定があって対空ミキサーズリーと思っていた時期が僕にもありました。この対空技はかなりシビアだと思うのだ。ラシードの対空が難しいと言われている理由だね。出ちゃえば強いのだけど、出すまでが大変な必殺技になってるよ。リュウ、ケン、ルークの対空とは一癖も二癖も違うから注意してね。そしてオーバードライブ版ミキサーに一応完全無敵がついてるんだけど、無敵のフレームが極端に短いから密着以外では切り返しとして機能しにくいから注意してね。ミキサーはつむじ風効果を乗せると性能が大幅にアップするよ。特に弱ミキサーはダメージが上昇するほか、ガードさせて有利になる突進技になるよ。ガードさせるだけでかなりのメリットになるから当てられる状況を模索してみてね。またオーバードライブミキサーは性能が上昇するほか、ヒット時にアラビアン、スカイハイにキャンセルがかかるようになるよ。主な狙いどころはコンボで紹介するね。次に飛び道具であるワールウィンドショット、通称ワールだね。さっきズンダモンが言ってた通り、真横でなくて斜め上に飛んでいく飛び道具だよ。弱、
今日のボタン強度も差で斜めに飛ぶ角度が変わるよ。オーバードライブバーは真横に飛んでいくよ。また、ボタンホールドによって貯めることが可能になってるよ。2段階まで貯められて、ダメージが上昇するのだけども、マックスまで貯めると目の前につむじ風を発生させるよ。ワールからのつむじ風はすぐに消えちゃうんだけど、強力な強襲が可能になってるから、隙をついて設置できると大きなプレッシャーをかけることが可能だよ。いろいろ模索してみてね。斜め上の飛び道具ってかなりいやらしいよね。僕は相手にしていて相当嫌なのだ。今回のゲーム性にはかなり合ってると思うよ。相手が攻めてこないのなら、積極的にため切りワールを狙ってみてね。次に、イーグルスパイク、速度の速い突進技だよ。かなり突進速度が速いから見てからの対処は難しいのだけど、この強度もガードされると反撃確定だから立ち回りで使うことはめったにないよ。初めの使い方はコンボと一緒に覚えよう。でも、つむじ風効果が乗ると話が変わってくるんだ。つむじ風効果が乗ると性能が大きく上昇するほか、ガードされた時の不利も大きく軽減されるんだ。私は強化イーグルスパイクをガードされて反撃をもらったことがないから、反撃手段は相当限られていると思うよ。つむじ風効果の強いところは、この強化イーグルスパイクを裏の選択肢に置いておけるところなんだ。単純な2択だと、強化イーグルスパイクを警戒して動けない相手に強化弱ミキサーを当てに行くとかがあるね。この技があるからつむじ風効果のプレッシャーが上がっているから、無警戒な相手には遠慮なく手っ飛ばしていこうね。これ反撃確定マジでないの？一方的に蹴られて不愉快なんだけども。ないと思うんだよね。強化イーグルスパイク一点読みでインパクトとかジャンプを合わせられたことはあるんだけど、ガードしてしまったら何も起きないと思うな。見てからインパクト無理だよね。この技だけならいけると思うけど、他の選択肢を考えると人類にはできないと思うな。この技通妙、剣にもくれないかな。絶対にあげないからね。次に新技であるアラビアン、サイクロン。コンボ表記だとサイクロンと略されることが多いから、サイクロンイコールアラビアン、サイクロンのことだよ。目の前を蹴りながら竜巻を発生させる打撃技なんだけど、相殺判定があるから飛び道具を打ち消せる性能もあるよ。今現在、知らないプレイヤーを狩りまくっているスーパーラシードぼったくりキックだよ。正直ぼったくり具合だけ見るなら、剣の陣内客といい勝負だよ。いや、陣内客以上なのだ。この技どうなってるのだ？基本的にはコンボパーツだよ。でも、固めや暴れ潰しで使うこともあるね。有利、不利の話の前に、まず派生技について説明するね。アラビアン、サイクロンはヒット、ガード、空振り問わず、派生できる移動技があるよ。サイクロン 4K 派生、ウイング、ストローク、他のゲーム風に言う低空ダッシュだね。低空ダッシュ中に空中攻撃を出すことができるから、ガードさせることができたらラシードの有利が継続するよ。コンボ、攻め継続の他に、詐欺飛び、安全飛びのレシピもある、とても便利な派生技になっているよ。ベッドの硬直はないの？公式のフレーム表には、着地5、6フレームであるんだけど、どれもで調べてる限りは空中攻撃に派生したらなさそうなんだよね。おそらく、空中攻撃にキャンセル扱いになってるから、空中攻撃後のフレームになってるのだと思うよ。強っ、止めないと飛びからの読み合い仕掛けられるのか？そして、もう一つの派生、サイクロン目系派生、アサルトロール。こっちは地面を転がっていって相手に近づく派生技だね。アサルト、ボールの後に追加 K ボタンを押すと、アサルト、ネイルという蹴り技に移行するよ。必殺技扱いだから、SE さんにキャンセル可能だよ。で、このアサルトロール、弱、中のアラビアン、サイクロンから出す場合はラシードが不利なんだけども、密着から強番で出した場合のアサルトロールの後はラシードが1フレーム有利なんだよね。有利？必殺技をガードさせた後に移動技で有利？そう、だから今日のアラビアン、サイクロンをガードさせた後に 6K 派生、アサルト、ボールから相手の暴れを潰せるよ。基本不利の派生関連の中に有利があるのだ。面倒。つまり対策はどうするのだこれ？ちょっと細かくなるから、きちんとした解説はブログを見てもらうか、他の攻略サイトさんを見てほしいのだけども、ざっくり解説すると、直途中のサイクロンはガードされると、派生を出そうが出すまいが不利。今日のサイクロンも単発だと不利だけど、6K 派生の場合のみ有利が取れる。この有利が取れるという状況を裏の選択肢に、4K、ウイングストロークによる攻め継続や、サイクロン単発で止める読み合いを展開できるよ。つまり、
超アラビアンサイクロンの転がる派生以外を読んだら、暴れが通るね。超アラビアンサイクロンの転がる派生を読んだら、ガードをし続けるか、今日サイクロン自体を暴れて潰すしかないね。今日サイクロンはどの連携から出しても発生前に暴れられたり飛ばれたりしちゃうから、ラシード使いの視点としては今日サイクロンは最低でもガードさせたいんだ。弱や中のサイクロンを混ぜつつ読み合う感じかな。ダリー、あれだ、竜の破傷撃に近いのだ。強番はガードしちゃうと不利なやつだ。そうだね、暴れ潰しに弱番と中番、攻め継続に強番といった感じだね。サイクロンの読み合いは展開が早くなるから、使う側も使われる側もシーンをたくさん見て慣れようね。そしてオーバードライブ版アラビアンサイクロンはコンボパーツだね。きっとガード問わずにつむじ風を発生させるから、色々とコンボが伸ばせるよ。使い方はコンボと一緒に覚えよう。必殺技の最後は空中限定の必殺技アラビアンスカイハイ、通称スカイハイだよ。疑似的な2段ジャンプみたいな技で、ジャンプをするときに攻撃判定が下に出るよ。強度が上がるにつれて距離が伸びる仕様になっているよ。三角飛びからのお逃げに使うこともあるし、コンボパーツとして使うこともあるよ。最初はコンボと一緒に覚えて、所感を覚えたら逃げの選択肢の一つにしてみてね。次に超必殺技スーパーアーツを紹介するね。SH、スーパー、ラシード、キック。名前の通りスーパーならシードのキックだよ。コンボパーツの他に打撃と投げの無敵があるから、ぶっ放しにも使えるよ。ラシードの代名詞の SE にユーサール。自身の目の前に巨大な竜巻を発生させるよ。ギルティギアのベノムのダークエンジェルみたいな超必殺技だよ。で初めに無敵がないからぶっ放しには使い難いのだけど、発生させてしまえば長い時間画面上に竜巻が残るよ。攻撃判定が出続けているのはもちろんのこと、この竜巻につむじ風効果があるから強力な攻めを展開できるよ。位置によっては画面端に届く前に消えてしまうのだけど、発生した竜巻をサイクロンで押し出すこともできるから、最低でもガードさせることは容易になってるよ。設置後の崩しや連携に関しては実践値が大事だから、ユーサールがヒットしたコンボを覚えたら積極的に使って連動を高めていこう。すごい SA なのだこれ。プレッシャーが半端ない。正直この SA でかなりぼったくらせてもらってるよ。そして SA3 アルタイル、発生後に真横に回転しながら突進してヒット後にロックして演出に入る大技だよ。ちょっと発生が遅いから割り込みには使い難いのだけど、色々なところから決められるからリーサルコンボとして優秀だよ。コンボと一緒に覚えた後に立ち回りで使うかどうか決めてみてね。これからシードのファイナルアタックライド。色々な場面に組み込めるから本当に便利な SA さんだと思うよ。サイクロンからも安定してつながるから、コンボチャンスを逃さないように練習してね。技解説だけでかなり長かったのだ。でもこれでも状況別を説明してないから一部なのだ。結構最初に覚えること多いんだよね、ラシード。使ってみないとわからない技も多いと思うから、コンボ練習をしながら各技の所感をつかむことをおすすめするよ。丈夫ぜ嵐よ。それじゃあラシードの基礎的なコンボを紹介するね。繰り返して申し訳ないのだけど、ここで紹介するコンボ以外もブログに記載してあるから、時間があったら見てみてね。改めてよろしく頼むのだ。5弱パンチ ×3 弱スピニングミキサーは中スピニングミキサー。ダメージ重視は弱ミキサー、運びは中ミキサーと覚えてね。弱ミキサーからは SA3 を狙えるよ。2弱パンチ2弱キー5弱パンチ弱スピニングミキサーは中スピニングミキサー。2段目を下段にできる小技コンボだよ。下段を挟んで後ろ下がり防止に使うよ。5弱パンチ5弱 K 弱イーグルスパイク。5中パンチもしくは2中パンチ5弱パンチ弱スピニングミキサーは中スピニングミキサー。5中キック5中パンチ中イーグルスパイク。画面端なら6強パンチ持続当てレシピがあるよ。ターゲットコンボライジングキックオーバードライブアラビアンサイクロン前ステップからランへ移行ラン6系派生中スピニングミキサー。画面端だと大ミキサーでダメージアップだよ。相手画面端ジャンプ強キック5中キックターゲットコンボライジングキック大イーグルスパイクバックステップ前ジャンプ攻撃。大イーグルスパイクは完全画面端でないと入らないから注意してね。相手画面端 J 強キック5中キックターゲットコンボライジングキック中アラビアンサイクロン6中パンチ弱スピニングミキサー6中パンチ弱アラビアンサイクロン 4K 派生。
相手画面はし、ジャンプ強キック、5中キック、5中パンチ、中アラビアンサイクロン、5弱 K、弱アラビアンサイクロン、SA3。相手画面端、前 J2 強パンチ、ジャンプ級キー、5中キック、好きなコンボ。画面端で J2 強パンチがヒットしたら、もう一度ジャンプ大攻撃が繋げられるよう、本気のグラップ狩りコンボに使ってね。ただし、J2 強パンチはガードされたら反撃をもらうから注意してね。相手画面端、ジャンプ強キック、5中キック、5中パンチ、オーバードライブアラビアンサイクロン、オーバードライブスピニングミキサー、強アラビアンスカイハイ、ジャンプ強キック。相手画面端、ドライブインパクトヒット、フォア、ガード、5中パンチ、5強キック、弱スピニングミキサー、強スピニングミキサー。ドライブインパクトが空中ヒットした際は、弱ミキサーを省いてね。ドライブインパクトか2種カウンター、ジャンプ強キック、6中パンチ、強イーグルスパイク。画面どこでもできるコンボだよ。迷ったらこれ。自分画面端、ドライブインパクトか2種カウンター、サイドフリップ、ターゲットコンボライジングキック、強イーグルスパイク。次にスタンコンボだよ。ラシードのスタンコンボは夢がいっぱいだから、狙える機会があったら積極的に狙ってね。相手スタン、バックジャンプ、ため切り級ワールウィンド、ショット、垂直ジャンプ強キック、ターゲットコンボライジングキック、大イーグルスパイク。ノーゲージの基本だよ。さっき紹介したコンボも入るから、いろいろ試してみてね。相手スタン、ため切りワールウィンドショット、オーバードライブスピニングミキサー、オーバードライブアラビアンスカイハイ、6中パンチ、強スピニングミキサー。ドライブゲージを4本使うスタンコンボだよ。最後の強ミキサーを6中パンチ、弱サイクロンから SA3 も可能だよ。良いダメージを出すから、スタンコンボは可能な限りゲージを使うことをおすすめするよ。次にドライブラッシュを使ったコンボ。ドライブラッシュ2弱 K、2中キック、弱イーグルスパイク。下段着での強襲だよ。弱イーグルスパイクの代わりに弱アラビアンサイクロンにしてぼったくり連携に行くのもおすすめだよ。ドライブラッシュ5中パンチ、5中パンチ、中イーグルスパイク。ヒット確認ができるのなら、5中パンチを5ダイバーにするとダメージアップだよ。5弱パンチ、ドライブラッシュ5弱パンチ、5中キック、5中パンチ、中イーグルスパイク。小技ドライブラッシュコンボの基本だよ。すごいお世話になるから重点的に練習してね。5中パンチ、もしくは5強パンチ。ドライブラッシュ2強パンチ、5強パンチ、中イーグルスパイク、は中アラビアンサイクロン。ジャンプ強キック、5強パンチ。ドライブラッシュ2強パンチ、5強パンチ。ドライブラッシュ2強パンチ、5強パンチ。中アラビアンサイクロン、SA3。次に SA2SR のコンボ。安定コンボ、強化オーバードライブスピニングミキサー、オーバードライブアラビアンスカイハイ、6中パンチ、強スピニングミキサー。ユーサールヒット後は大ダメージチャンスだから、可能な限りゲージを使うことをおすすめするよ。ゲージがない場合は強化ミキサーでお茶を濁そう。ただ、ユーサール中にドライブゲージの回復が始まるから、フォークで発動できた時はゆっくり攻めるのもありだよ。最初は所感をつかむのに大変かもしれないけど、すごい頼りになる技だから練習段階の時は積極的に使ってみてね。画面端では、強化弱イーグル持続当て、強化オーバードライブミキサー、オーバードライブスカイハイ、6中パンチ、強ミキサーのコンボも入るから練習してみてね。最後に、オーバードライブアラビアンサイクロンを使ったフルコンボを紹介するね。相手画面端、5中キック、5中パンチ、オーバードライブアラビアンサイクロン、オーバードライブスピニングミキサー、中アラビアンスカイハイ、割いていく J2 強パンチ、弱アラビアンサイクロン、SA3。J2 強パンチを割いていくで当てることができると、相手だけバウンドさせることができるよ。バウンドした相手を必殺技で拾うコンボだね。すげえかっこいいのだ。このコンボ、安定するコンボなの？私は安定しなかった。だから私は基本的に使ってないよ。安定するのこれ？わからない。私は30分練習して諦めちゃったけど、失敗しても状況が悪くなるわけじゃないし、このコンボができると SA で締められる機会が増えるから、できた方が良いのは間違いないよ。
コンボは絶対妥協しないというプレイヤーはぜひ挑戦してね。結構コンボ多くて頭の整理が大変そうなのだ。剣より多い可能性があるのだ。私が下手くそなだけかもしれないのだけど、最初全然考え方がわからなくて5日間ぐらいトレもしてたよ。私いつラシードで対戦できるんだろうってモヤモヤしてた。今だから言えるけど、ラシードで最初のコンボは反撃確定のコンボを重視するといいよ。オーバードライブ昇竜剣などをガードした後だね。ランクマのダイヤモンド帯の場合だけど、ラシードがわからないプレイヤーが多いから結構パナす人が多いよ。ラシードはパナシを歓迎するキャラでもあるから、隙の大きい攻撃に対しての反撃をしっかり覚えたいね。あと基本的な考え方としては、イーグルスパイクまでどうつなぐかというイメージがおすすめだよ。ゲージを積極的に使えなかったとしても、イーグルスパイクを入れておけば悪いことは起きないと覚えるといいと思うな。特に中イーグルスパイクは中段の持続重ねに、大イーグルスパイクは詐欺飛びに行けるレシピがあるから狙う理由が大きいよ。迷ったらイーグルスパイクおすすめだよ。イーグルスパイク。最後にクラシックラシードの書簡になるんだけど、すっごいぼったくれるよ。その紹介の仕方大丈夫なのか。いや、でも本当にそうなんだって。ダイヤモンド帯まではラシードを知らないプレイヤーがいっぱいいたよ。だから本当は反撃確定の部分が全然反撃なかったり、重なってない攻撃が重なるように見えたり、かなりやりたい放題やってた自覚あるよ、私。特に弱や中盤のアラビアンサイクロンから低空ダッシュが通った時は、ありがとうって言いながら使ってたよ。ただのクソプレイヤーじゃねえか。なこお前どうあんな偉そうに変身したな。いやでも待って、聞いて、ずんだもん。ダイヤモンド帯のランクまでラシードの同キャラ戦ももちろんあったんだけど、すごかったよ。立ち回りでイーグルスパイク打ってくるんだよ。私本気で驚いちゃった。強化イーグルの話？違うよ、ノーマルイーグルの話だよ。ハンデ取れない人が多いからってこと？そうだと思うんだよね。ガードされたらやばいから、そんな気楽にパナしていい技じゃないんだけどね。さすがの私も反撃がないと分かっていても、立ち回りでイーグルスパイクを打つ気にはならなかったよ。でも確かにラシードはプレイヤーが少ないかもしれないのだ。ウィリーやブランカよりはプレイヤーがいると思うけど、ケン、ルーク、マリーザに比べると圧倒的に少ないイメージなのだ。レアキャラといえばレアキャラかもしれないのだ。プレイヤーが少ないのと、パッと見でやっていることが分かりがたいのが、ぼったくり連携が通る理由かもしれないね。苦手キャラはいるの？ね、ルークとリリーが面倒かなって思ったね。サンドブラストでワールのぼったくりを止められやすいのと、リリーは牽制相性が良くなさそうだね。あと、強化コンドルで突っ込んでこられるだけで結構困ったよ。ラシードはワールの設置のしやすさが焦点だと思うから、ワールとの相性次第で相性も決まりそうだね。キャミーやマリーザもかなり面倒くさいね。殴り合いが得意なキャラではないから、真正面から立ち向かわれると苦しいかな。人気のあるキャラが結構きついのだ。でも、ケンとかジュリには困る要素が少ないし、苦手な相手でも逃げる手段も多いからごまかしは効く感じだね。結構いい位置にいると思ってるよ、ラシードは。キャラが弱くないなら、まあ、進めてもいいのか？割と真顔で言えるんだけど、スト6でマスターになれれば一区切り、と考えているプレイヤーさんは、ラシードが楽だと思うよ。ワールの設置があるから、ランクまで横行するガン待ちにも笑顔で向き合えるし、捕まえた時の連携が強力だからボタンをこすってて楽しいよ。知らない相手にはぼったくりサイクロンをこすって、知ってる相手には投げが通るから遠慮なく歩いて撫でて、待ってる相手には強化イーグルスパイクを押し付けて、固まった相手には強化弱ミキサーで有利を取る。一方的にはめ倒す。痛さと怖さを教えられるよ。ぜひ、使ってみてね。すごい進め方もあったもんだな。ぼったくり推奨とは恐れ入るのだ。ありがとう。かけらも褒めてないのだ。楽勝楽勝。勝利の風は気持ちいいね。今回はクラシックのラシードについての解説だったよ。アラビアンサイクロンのぼったくりがとっても楽しいから、相手をはめて倒したいプレイヤーにはおすすめだよ。流行らせちゃいけないキャラな気がするけど、対空がシビアなのは間違いないから順当なキャラなのか？悪いキャラではないと思うけどね。リーチが短いから基本的には相手に向かっていかないといけないし、無敵の切り返しも限られてるから無責任な切り返し戦法はしがたいキャラだよ。DLC で買わないといけないということに目をつぶれば、かなりおすすめしやすいキャラだと思うな。まあ、プレイヤーが増えてくれれば読み合いが進むし、
読み合いが進めば新たな発見と楽しさがある。ぼったくり連携を撲滅する意味でもプレイヤーが増えてくれると嬉しいのだ。そうそう、だからキャラに迷ってるプレイヤーはぜひラシードを一行してみてね。アラビアン、サイクロンから低空ダッシュが通る快感はやみつきになるよ。ぼったくりを推奨するな。じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。なのだ。これが坂巻風のラシードさ。でも大きな声では言えないのだけど、一個注意点があってね。ダイヤモンド帯の星王あたりから育成抜けが多くなったよ。もうちょっとでマスターだから、よく知らないラシードとは対戦を控えたいんだと思ったよ。やっぱりラシードを進めてはいけないんじゃないか。それほどでもないゲーマーチャンネルは、だいたいわかった。